皆さんこんにちは。今日は江戸城の外堀を一周するという企画です。東京結構外堀巡ってると遺跡みたいな感じで石垣が残っていたり、この川の流れとかも結構昔の江戸の名残というのが分かるので、どこまで今日は行けるか分かんないですけど一周していきたいなと思います。で今日は、スタート地点ここ堀戸弁橋なんですけど、なんでここに来たかっていうと、ここから江戸城の堀が始まっていたからですね。で昔は平川っていう川が流れてたんですけど、この川はもともと日比谷入江に流れ込んでいて、で洪水を起こしやすかったんですね。でその辺って日比谷入江のところっていうのは江戸城がありましたので、洪水が起こってはいかんということで、ここはこの上流部分をですね埋め立ててしまって、でここから堀を始まるようにしたっていうのが、江戸城の土木工事としてありました。でここからこうぐるっと江戸城を一周する感じで行けるので、今日はそのルートで歩いていきたいなと思います。で日本橋川をずっと下っていって、最初に現れるのが木地橋という橋ですね。ここには江戸城の城門があって、木地橋門っていう城門がありました。で現在も木地橋という橋、正面に見えますけど残っています。ただですね、ちょっとこの古地図を見る限りでは、ここ昔の木地橋とは位置がちょっと違っていて、城門があったのはもうちょっと、向こう側らしいんですね。ちょっとその痕跡があるかどうか見ていきたいと思います。ちなみに現在の木地橋は大正14年10月に作られたというふうになっていますので、1924年ですね。関東大震災の後に建てられたものだということが分かります。こちら側に、本丸の石垣が見えますが、ちょうど木地橋門というのはこの辺りにあったんじゃないかなと思われます。今では石垣などは、残っていないようですね。ただですね、ちょっと私が一つ気になったのは向こう側に見える石垣なんですね。ちょっと行ってみますね。ここにある石垣なんですけど、位置的には木地橋門の位置ではないんですけど、石を見る限り、江戸時代のものを積んでいるのかなという感じがするんですけど、というのは、ちょっとここを見ると石垣の表面にマークがついているので、多分石垣自体は、石自体は江戸時代のものなのかなと思うんですけども、なぜこれがここにあるのか、ここが元々の石垣なのか、それとも積み直したものなのかっていうのはちょっとわからなくてですね、何か情報がある方いれば教えていただきたいです。ただこういうふうに、街中にも、石垣が残されているということは、ちょっと歴史を感じさせるものではありますね。さあ木地橋門をまた渡ります。で木地橋門をさらに、通り越して日本橋川を下っていくと、対岸に石垣が見えるんですね。でここは、この石垣っていうのは江戸時代の外堀の石垣がそのまま残されているそうです。でここまでずらーっと向こうまでありますけど、ここまで長い区間を、石垣が残されているっていうのはここだけみたいですね。なのですごく貴重なものなんですけど、説明書きとかは特にはなさそうです。
こういうところからも、歴史が感じられて面白いですよね。次にあるのは一橋ですね。ここは、一橋門という門が、この正面にあったんですけど、その門の名残というのが、実は残されていて、向こう側の道路の向こう側にあるのでちょっと見てみたいと思います。一橋門の石垣がですね、今でも残されていて、こうやって、きちんと積まれているんですね。門があった時代は、この辺に、高麗門と渡櫓門があったと思うんですけど、その名残がおそらくこれだと思われます。ただ現在はですね、首都高の下で日も当たらないですし、かなり地味な感じで崩れかかっていて、かなり廃墟みたいな感じになってますけど、これも一応江戸城の遺跡ということになりますね。裏側はコンクリートで補強されていて、崩れないようになっています。ただこれが一橋門の跡だったという説明書きなどは特にはなさそうですね。で正面にはすぐに、江戸城の本丸がありまして、向こう側が平川門、本丸に通じる門になっています。この辺は気象庁があるところですけども、かなり遊歩道が整備されてて歩きやすいですね。昔はこの辺は一橋家のお屋敷があったところです。とても広大な敷地だということが分かりますね。で歩いてくると、神田橋にぶつかりますね。ここが神田橋なんですけど、ここにも、神田橋門というのがありました。名残としては、この地図を見るとですね、ここに、石垣が残されているというので、ちょっと外側に回り込んで見てみたいと思います。ここは神田橋という、首都高の出入り口があるところなんですけど、回り込んでみました。おそらくあそこの、首都高の出口の下にある石垣ですね。あれがおそらく、江戸時代の神田橋門の跡ということになるようです。今鎌倉橋にいるんですけど、鎌倉橋の横にも、江戸城の石垣の痕跡が残されていると説明書きにあったので、来てみたんですけど、ここが荷揚げ場だったみたいですね。で見た感じこの石垣は江戸城の江戸時代のものっぽくはないんですけど、ちょっとよくわからないんですけど、この場所が、荷揚げする時に使っていた場所だったというのは、保存されているみたいです。日本橋川は江戸城ができてからは外堀川と呼ばれていたみたいですね。建築資材などを運んでいたというのはもちろんなんですけれども、荷揚げ場がたくさんあったんですが、そこからは生鮮食品なども、荷揚げされていて市場に並んでいたそうですよ。常盤橋までやってきました。常盤橋というのは現在2つあって、こっちが古い常盤橋で向こう側に見えるのが新しい常盤橋なんですけど、もともと江戸時代にあったのはこの常盤橋、ですね。で向こう側には常盤橋門の石垣が結構残されていて、当時の面影が、結構分かりやすいかなと思います。でこの常盤橋、古い方の常盤橋なんですけど、明治時代になって、小石川橋門の石垣を使って、石橋を作ったそうです。明治になってからこの門っていうのは、撤去されてしまったんですけども、それでも、今石垣、一部は残っているようですね。で現在は、整備中で、
ここは確か東日本大震災で、損傷したんですかね。でその復旧が現在行われています。再整備が行われています。そして新しい常盤橋を過ぎて、ここにあるのが一国橋ですね。で一国橋は江戸城の道三堀がつながっていた場所で今埋められてしまっていますけども、結構、堀の要衝でした。で一国橋を渡りますと、古い墓標があるんですけど、ちょっと紹介します。こちらにあるのが、ちょっと読みにくいんですけど、迷い子のしるべと書いてありますね。これは何かっていうと、なんか迷子が出た時にこの橋、この、石柱に紙を貼って、探していますみたいなものを、ここで、貼って、それを見た人が情報提供するというようなところだったみたいです。大変古いものらしいですよ。そして今橋を越えて南下しています東京駅の方に向かっていますね。でこの辺は、呉服橋ですね。ここも呉服橋というのが、橋がありまして、呉服橋門という江戸城の門もありました。ここは、外堀通りということで、昔はここ今道路になってますけど、堀がありました。でちょうどここがですね橋になっていて、でこちらが呉服橋門があった場所です。今は、面影は特にはなさそうですね。ちなみに、この辺りは再開発が行われていて、この辺には、日本一高いビル、名前は何て言ったかな、常盤橋トーチタワーみたいな、そういったビルが建てられるようです。現在でも開発が進んでいますね。東京駅の八重洲口までやってきました。でこちらも外堀通りに面していますので、昔は堀があったんですけど、この堀が埋められたのが実は結構最近で、1945年の、大戦が終わった後に埋められたものですね。でこの埋められた、堀っていうのは戦災の瓦礫を処理するために、この堀が埋められたそうです。でその前は、こちら、堀がありましたので、ここずっと水があったわけですけども、ちょうどこの辺りが、八重洲橋という橋があったところですね。江戸時代にはなかったんですけど、東京駅ができてから、こちらに、八重洲橋という橋がありました。